はい、それでは SC430、ソアラの、クォーターウィンドコントロールの、装着方法を説明していきます。トランクを開けましたけれども、これがですねクォーターウィンドコントロールです。これがリレー装置ですね。これが、配線カップラー、それから、このコードはですねリレーを動かすための電源を、室内のスイガーソケットから取ることにしてます。一番簡単な方法で作成しました。でそれでルーフコントロールコンピューターですね。ラゲッジルームの一番前にあります。私はちょっともうアクセスを簡単にするためですね、ここのところからもう切っちゃってます。カッターで切るだけです。それでこのリレー本体をですねどこに置くかということなんですけれども、このままですね、開けないで、このクッションを利用して、ここのレールの下にですね入れるのが一番安定して振動とかのショックも少ないですという結論に達しました。いろいろ場所試行錯誤したんですけどね、ここが一番いいです。このままここに置いてください。これが一番いいんです。これ外します。はい、これでカップラー結合しました。はい、であとはですね、シガーソケット、これ車内の方に通して配線を通してシガーソケットをスイッチ兼用のシガーソケットをつなげるだけです。配線はね、だいたい配線群の下を潜らした方が安定するかなと思います。それで、車内への穴ですね。穴どこにあるかっていうと、このスピーカーの、左下です。ここにスポンジが見えると思うんですけども、このスポンジを外すと穴になってます。こういう感じですね。もうすでにいっぱい配線通ってますけども、ここに、シーガーソケットをつなげる、配線を通していきます。ちょっと入れるともうシート側からも見えます。座面を外します。外すのは簡単です。ここをですねちょっとガクンと持ち上げればすぐ外れます。こういう感じですね。こっち側もこういう感じですぐ外れます。これがですね今通した配線です。ここからこの穴からこの穴の上ですね、ここですね、ここから来てるこの赤黒の線ですね。これをシガーソケットコンソールボックスとですね、ここの何ていうのかな、小物入れのところ2つありますけども、一番前まで、届くように配線長くしてます。ここずっと、引っ張って、どこを通すかっていうと、この辺りですね。ここちょっとここの下にも潜らせて、こういう感じですね。こういう感じで、あとここに中に押し込んでいけば、すっきりするんじゃないかなと思います。押し込んでってですね。はい。であとはここから露出させてもいいですし、
余裕ある方はここからですね、このプレートを外して中から配線出してもいいかなと思います。それで、シガーソケットのですね電源を接続します。接続はこれプラスマイナスありますけれども、どっちでもいいです。これ時は片方を180度反転させてください。180度、はい、ちょうど反対同士に、接続します。そうすると入ります。はい、カチャッと入りました。で外す時はですね、これちょっと引っ張るとすぐ外れます。ここから片方を180度変えます。カチャッと入ります。これで、コネクターがつながりました。これスイッチ兼用になってます。このスイッチを起動すると、クォーターウィンドウが、反転作動するということになります。はい、それではクォーターウィンドウのね逆作動、をしていきたいと思います。現在屋根クローズですね。窓も全部閉じてます。先ほど設定したスイッチをオンにします。これは入れると青く光ります。この状態で、ルーフオープンにします。はい、ここでオープンですね。オープン倒します。はい、通常ねここでクォーターウィンドウ下がるはずなんですけれども下がりませんね。はい、屋根が開きます。トランクが閉じて、クォーターウィンドウはそのままでしたね。はい、これで、クォーターウィンドウクローズ、屋根オープン、この状態が、完成しました。で終わったらですね、これスイッチオフにしてください。リレーに電源食われたまんまになるので、閉じるときはね、屋根閉じるときはこのままでも OK ですね。であとはクローズ押します。はい、はい、でそれで今クォーターウィンドウがですね上がった状態で、そこに上から屋根がですねドサッと降りてきますので、クォーターウィンドウの窓がですねここで無理がかかって割れるんじゃないかという心配がちょっとありました。で私は今までそういう経験はないんですけれども、安全を考えると、一旦クォーターウィンドウを下げた状態にしてから、屋根をクローズした方が安全ですね。それをちょっと今やってみます。下げるのは、ノーマル状態にしてオープンですね。ノーマルにしてオープンこれですよね。オープンにすると、下がりますね。で、この状態で、ノーマル状態で、クローズにします。はい、こういう感じですね。
で、あと全部開けるときですね、ここで今反転作動スイッチを押して、クローズを押すとですね、開きます。最後ノーマル作動は最後、窓がね閉まるんですけれども、それの反転作動になりますので、この状態でクローズを押すと、クォーターウィンドウが開きます。はい、押します。ちょっとね、モーターがへたってくると、ね、こういう全開、にならないので、もう一回押します。はい、こういう感じですね。で、あとはね、全開したい場合は窓を開けてやると、普通にね。これで、窓全開、こっちもですね。はい。こういう4つの窓全開の状態になりました。で、やるときはね、またノーマルにして、クローズにしてやればいいですね。はい。これ完全にね、モーターへたってくると何年もして、完全に上まで上がらないので、その場合はですね、2度押ししてやるといいです。なので、このクローズの状態でコントロールするのが一番簡単かと思います。もう一回言いますと、ここでね、全部クローズの状態で、スイッチを押して、でクローズを押すと開きます。はい。で今度また、コントロールスイッチオフにしてノーマル状態ですから、またクローズにすると閉まります。こういう状態ですね。はい、こんな感じです。